よし。よし。あ、オッケーオッケー。では準備します。待ててててん。では準備します。待てててて。ほい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 。ゲーム実況始まるよ。今回は第240回実況サブクエ荒の続きから黄金 7.0 ひよこ2匹の FF14 TC になります。よし。さあ、着地が上がる予定のフロンタライン混ぜて、今回240回ですね。よろしくお願いします。模倣図です。扁桃腺の手術は麻酔が効いてて痛みは感じませんでした。その後の違和感があったのは覚えています。大人になってからこの手の手術はしたくないですね。あとはひよこさん来たら始めましょう。ひよこもんなのだ。あ、来ましたね。いらっしゃい。では始めたいと思います。こんばんはです。本日もよろしくお願いします。ひよこに引きの FF14 やっていきましょう。今日はサブ系ですね。サブ系でやるんで、サブ系をやっていきます。荒野がまたもうちょい終わるんで、それ終わったら次のエリア行くっていう流れですね。というわけで、誘います。ジョブはこのままでいいですね。97。よいしょ。はい。ではこれで、荒野。一回トライアラ飛ぶわ。絶対トライアラからの方が安いんで。ドゥン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 。どっちだろうね、多分。セイリン線の方がですね、多分。セイリン線の方。あ、そうですね。ですね。駅のとこに2つあって、あと向こう側に2つ、4つだね。あ、すぐ終わりそうっすね。ひよこさん、次やるエリア決めといて。決まってるならいいですけど。決めといて。時忘れの風の音。呼んでこい。西にありますよ。よし。RTRR 社の現場感とか似てるやつでした。こいつあるか普通ですかね。誰が似てるんでしたっけ？もう忘れちゃいましたね。漆黒のとこっすよね。大きな蛇に気をつけて。ロスガーがいるんですね。巨大なアスピーソートですね。あ、どっちも西側っすね。はい。行きましょう。あ、モブです。モブです。
あと1体。こいった。いいじゃねえか。敗退だな。スン。スン。スン。オッケー。うん。オッケー。何50万入りますか？あ、これか。これが対象です。ヘビですか？1体倒すと出てくるから。しかもモブじゃねえか、こいつ。こいつモブだわ。でかいのが出てくる。エルダーズです。で、モブはもう一体なんで、ちょっとそれやっていきましょう。あれどこにいんだちょっとね、探すね。俺みたいしかいねえとか言っちゃねえよ。あ、いたいた。見ました。よし、オッケー。あれ。これは話すだけか。あと全部見渡してみてはいかがですか？天気が悪いのが残念ですけど。しかも夜っていう。砂塵です。天気が砂塵で。よし、じゃあ方法を見ましょう。ドゥルドゥンドゥルドゥンドゥンドゥルドゥンドゥルドゥンドゥルドゥンあ、OK。これです。ヘイザロズ。幻覚そうなヘイザロズ。角飾りがつなぐ。
宿酒場。めちゃくちゃ遠いね。まあ、これは飛べばいいっすね。これは飛べばいい。で、もう一個のやつ受けちゃうね。朝に沈んだ夜。モフおじです。私の視聴者は35歳以上から50代ぐらいなので既婚者が多いと思いますが、お子さんと見るとしたらどんなゲームがいいですかね。カホンで指輪拾ってこいと。これを使って探せと。っぽい。とりあえず潜ってあの位置まで行きましょうか。NPC が釣りしてるし、ここ。大きいのこい。よっといで。何してんだよ。ああ。位置をとりあえず合わせて、この辺か。一回使ってみましょうか。遠くにあるようだ。この辺ではない。でも探そうぜ。とりあえず。遠くにあるようだ。こっち側ではねえってことか。全く別のところにあるようだ。ってことは反対側ですかね。全く別って言ってるからね。遠くにあるようだ。いや、全然ねえじゃん。全然ねえじゃん。全く別の場所にあるよ。いや、全く別はやめてほしいですね。遠くにあるようだ。遠くにあるようだ。こまめ使っていかないと見当たらねえってことですかね。遠くにあるようだ。遠くに、いや、遠くじゃねえけど、全部遠くなんですけど。あー、来た。この辺だ。この辺だ。よくさん、まずこの辺。まずこの辺。この辺の近くにあるっぽいです。近づいているよ。遠くなっちゃったよ。ってことは、もうこの辺ですかね。この辺で探してった方がいいと思う。下とか見てみる。遠く。いやー、でもこの木の辺ですかね。あー、この辺だ。水色に輝いている。夜の指輪近くにあるようだ。周囲を調べてみよう。あー、出た。ひよこさん、ここで調べたら出たよ。あれで対象どこだ？対象どれだ？あー、これだ。ひよこさん、ここ、わかりづれ。ひよこさん、ここね。これね。
あ、ここで調べたら多分出ると思う。あ、オッケー。めんどくせえクエストだ。はい、オッケーです。途方に暮れたいぞ。いや、それ途方に暮れるよ、こんなやり方しか取れないんじゃん。あ、おめでとうございます。はい。ではもう一個は、宿舎を。渡して戻ってこいってことですかね。まあ連続絵じゃないんで、大したやつじゃねえと思うけど。快活そうな映像。風に帰ってしまったんだね。お、野菜を姉さんに渡してくれと。拾え。あ、オッケー。よし、じゃあ飛ぶね。こんなとこにいる。生きていた今までもなくなったこれから。姉妹ね。あ、オッケー。いや、ちょっとトイレ行ってくるね。トイレ行ってくる。ちょっとトイレ行ってくるんで、ちょっとこの辺に座ってましょうか。
モフ王子です。私の視聴者は35歳以上から50代ぐらいなので既婚者が多いと思いますが、お子さんと見るとしたらどんなゲームがいいですかね。よしだよ。取って取って。最高画質にしてるからね。SS も画質が良くていいっすね。よし。前の PC はだって高品質の、あれですね。高品質のしかも、あれ、ノート PC バージョンだったから、それぐらいスペックが良かったんで。ああ。まあね、コンパクトの PC 買ったんで、ね、その分スペックが低かったですね。しょうがないですね。では、次。ひよこさん次どこ行くの？どのエリア行きますか？飛んでください。どこでもいいぜ。とりあえず荒野は終わり。なんで、あと5エリアですかね。あと5エリアありますけど。レイノードメモリーズ。リビングメモリーだ。リビングメモリーをチョイスしました。ああ、これあれですね。飛び飛び結構少ないんですね。ああ、少ないですね。じゃあ、旧アレキサンドリア方面行きましょうか。これワープした方が早そうですね。こっちか。旧アレキサンドリア。カナルタウン。切な話がもしかしたら聞けるかもしれないですね。あ、連続絵だ。歴史は流れる水のごとく。投げれを医療史博物館へようこそ。ご来館くださった矢先に大変恐縮ながら少しばかり手を貸していただけないでしょうか。また医療史に関する資料を貸し出していたのですが、借り主が消えてしまったのか返却されていないものが数点。それらの会社にご協力願えればと。私もいずれ消えゆくでしょうし、あなたのように当館を訪れる人はもう いないのかもしれないけれど、当館に蓄積されていた知識がいくつか誰の役に立つことがきっとある、そう信じ貴重な資料を取り戻しておきたいのです。カナルタウンの北側はこれから私が確認してきます。もし南側のテラス席などで医療史関連の書物を見かけましたら、こちらまでお持ちいただけると大変ありがたいです。
かっていうと、トワビト関連の記憶からですね。ものの証拠は消したいんですけど、医療関連のは残したいっていう感じなんですかね。悪用されると困るっていう話でしたよね。クルル夫妻曰く。ちょうど今、クルル夫妻のね、配信を YouTube に流してるところでちょろっと見てましたけど。昨今、来気による刺激を人体に与えることで痛みの緩和や、体の不調を回復する治療術が注目を浴びている。潤沢な、来気を活用するという点で経済的にも好評のようだ。しかし体内エーテルが雷属性と寄生性を触しきれず、エーテル検出者の中にはこの治療術の難色を示す者もいる。血液効能のみならず、副作用についても慎重に検証すべきだろう。これに活用するとしたらあれですよね。どっちかソリューション9とかですね。のメンツとかですね。ここにあるように見えるんですけど、全然ない。あった。年季の入った書物。我らがアレクサンドリアの、医療士は、エレクトロープの来場によって、登場によって大きな転換期を迎えた。まさに新時代の到来と言っても過言ではない。無論古くから続く、薬草学や回復魔法が医療現場において、無価値となることはあるまい。しかし、新技術の発展は新たな治療法の発見につながるはずだ。できんじゃねえか、もう。できるよ。体内エーテルの属性が偏ると人体に多くの問題が起こります。雷属性が偏った場合、視覚や触覚への影響に始まり、最終的に体の麻痺が懸念されます。今から400年前、かのスウェーン王も、環境陛下の後遺症によって体内エーテルの属性が偏り、病に、至ったと言われています。最も、治療法の確立が急がれる分野と言えるでしょう。これ1個目。連続絵なんでしかもまだ続くってことですね。入れ違いにならなくてよかった。ちょうど足も戻ってきたところでした。あなたも資料を見つけてくださったのですか？おかげさまで貸し出していた資料がすべて集まってるんです。持ってきてくださって大変助かりました。ダゲリオ医療士博物館は、体育全土の医療士を変名法として、展示を行っていた施設。ここにはさほど回収してくださった書物のほか、小道具や医療用ロボットなど多くの展示品があります。残念ながら職員が私だけになってしまったので、野放しの生物が入り込まないよう現在は、閉門しています。ところであなたは若い世代の、トワビットとお見受けをします。アレクサンドリアの最新医療が気になるところなのですが、何か教えていただけると嬉しいです。治せない病があるようだった。そうですか。属性が偏る病は未だに治療法が確立にしていなかったと。医療の歴史とは、病の発見と治療法の確立の繰り返しであり、さながら流れゆく大河のようでもあります。そしてその大いなる流れを作るのは、技術という雨水が絶えず注がれてこそ、技術の歴史がですね、さっきのってあれですかね、あれですね、レイドのやつの話に繋がってる感じですかね。医療の歴史もまた進むのです。故に技術の発展によって不治の病も治せる日が来るはず。
直せないっていう話でしたもんね、姉ちゃんが。そんないつか到来を後押しするために止めどなく続く試行錯誤の歴史を記録する、保管する。そうして後代へ突きつくことは私の使命と自負しています。ですから、その務めを全うするために私が消える、その瞬間まで館内整備と治療保全を励みとします。アルカディアスね。当館のためにあなたの大切なお時間を捧げてくださって本当にありがとうございました。こういうクエストを続けてやっていくことでは、不治の病を治すきっかけになってくれればいいんですけどね。さすがにそんなようには作られてないです。これ各あれ場所を回ってくんだ。なるほどね。じゃあ、飛べるこのレイノートウィンド先やっちゃいましょうか。これあれか。全部、連続への可能性ありますね。もうやれますね。こんな数少ねえと。穏やかそうなロージ。そうですね。やっぱ連続絵だ。リンドブルム探求士。私の他にも残っている方がいらしたので、よければ少しだけあなたのお時間をいただけないでしょうか。ここは覚めない夢の中のような場所だったけれど、ついにその役目を終えたんでしょう。そうしたら無償に誰かとおしゃべりしたくなってね。もしお散歩でもしながら話し相手になってくれるなら、探求の花園で会いましょう。じゃあ今回おばあちゃんの話し相手と。よかった、来てくれたね。それじゃあ少しだけ私の話し相手になってちょうだい。早速だけどあなたは隣国リンドブルグのことをどのぐらいご存知？アレクサンドリアと戦っていたことは知っている。その通りよ。リンドブルムはアレクサンドリア隣国であり、来航大戦で戦った敵国でもあった。最悪の引き金を引いた最終兵器の生みの親で、長い歴史から最後の一部分だけを切り取るなら、アレクサンドリアの民にとって悪夢のような存在だわ。けれど大戦前の世界を目に向けてみれば、私たちの国にとっては大きな異なる文化を持つ隣国に過ぎなかったの。また少し歩いたら、続きを話しましょうね。リンドブルムって、FF9 の世界でも敵対してたんでしたっけそういう記憶曖昧なんですよね。9の配信もうやるんで、もうちょいで。ちょっとね、モブじゃん。やるんで、その時楽しみにしてください。頑張れ、90の侍。90の侍頑張れ。ちょっと待ってね。バディ出しとく。終わったわ。終わってますね。終わってますね。一体でした。さて、国といえば技術文化は、あなたはどちらに興味があるのかしら。技術に興味がある。技術マンですからね、俺は。そうなんで、何事も興味を持てるのはとても素敵なことよ。リンドブルムは技術大国と称されていたわ。魔法と機械という二つの技術の融合によって、エアキャブや飛空艇といった革新的な発明品を多く生み出した。その一方で昔ながらの伝統も大事にしていて、狩猟祭という荒々しい祝祭が行われているそうよ。都市内に魔物を放って、猛者たちが仮の腕を競うんですって。先進的な技術の、伝道でありながら、野生的な荒々しい文化を持ち合わせ
ますという、興味深い二面性書。なるほどね。それじゃあ、レイノードウィンドまで行ったら最後に少しだけお話ししましたが。じゃあ、どっちを選択してもよかったんですね。はい。上ですかね。あなたも事情があってこれ残っていたのでしょうに。お散歩とリンドブルームの話に付き合ってくれてありがとう。とても楽しかった。生前の私は歴史学の教師だったんだけど、年老いて職を辞してからは、家族史に興味を持ってね。それで、家系を何代も遡って調べてみたら、来航大戦期に、リンドブルーム出身の人がいたの。開戦前にアレキサンドリアやってきた女性だったわ。アレクサンドリア出身の人と結婚して早々、戦が始まってけれど母国に戻ろうとはしなかった。そのままアレキサンドリアの民として生涯を終えたそうよ。なるほどね。リンドブルームは敵と国だけれど、祖先の極用でもある。そうと知ったからにはその、血統を受け継ぐ者として隣国のことをもっと学びたいと思ったの。かの国の記録はほとんど残っていなかったけれど、晩年はその研究に時間を費やしたの。せめて私だけのあの国のことを覚えていたくて。ねえ、よければ教えて。あなたはリンドブルーの話を聞いてどう感じたかしら。そうですよね。この14の世界には今、リンドブルームの、あれですね、国自体存在してないですよ。まあ、いけてないだけだと思うんですけど。対戦が起こらなければ。本当にあの戦いが起こらなければ、私の祖先も母国を捨てに済んだでしょうに。これが最後と思ったら長話になってしまったので。でもこの、胸にものを誰かに伝えたくて仕方なかったから耳を傾けてもらえて本当に嬉しかったわ。ありがとう、優しいお方。残された時間が実り大きいものになりますように。この辺はあれですね、リビングメモリーをクリアしたタイミングで受けるとちょうど良さそうですね。じゃあスートブラックいくよ。あと2つですね。あれかな、博物館みたいなのあると思うんですよね。あ、これだ。草加好きの少年。旅の始まりが貧しくて。こんにちは。お兄さんと初めましてかな。ここには草加木の葉を集めに来たんだ。ずっと運ばれてる人がいて、その人の真似をしてるの。それでまだ持っていない植物を探したら孫に追いかけられて、足ったせで息が苦しくて、わがまま言ったりしたら困らしちゃうとは思うけど、僕の代わりに植物集めを頼めないかな。欲しいのは、ネペレの葉と、イレネフィルムの葉、あとバナナの葉の3種類。クレイラレ自然史博物館の近くで見つかるはずだよ。3つと、いや、完全にお使いじゃねえけど。こんなとこにあるよ。イレーネフィルムのあれ、ちょっと。はい。バナナの葉。
これ樹海のやつと一緒っすかね。モフおじです。スイッチのサブスクはすべてのアーカイブが見れます。YouTube のメンバーは先行で Twitch とほぼ同様のアーカイブが視聴できます。興味あればぜひよろしくね。雷ですか。ネペレの方。お兄さんお帰りなさい。お願いした植物持ってきてくれたの。うん。わあ、ありがとう。自分の力集めきれなかったの悔しいけど、おかげでリビングメモリーの植物が全部集まったよ。ネペレの葉は、体が温まるお茶になるんだよ。戦争がまだ起きてない平和な頃は、旅人や商人たちがよく飲んでたって本に書いてあった。でね、イネレフィルムの葉には苦い味なんだって。アレクサンドリアの古い料理で使われてたんだけど、僕には食べられない大人の味ってやつかな。それとトラル大陸ってところにはバナナの葉で包んだ、食材を蒸し焼きにするんだって。僕やったことないけど、憧れの人に教わったんだ。ヘリテージファウンドでよくお話ししてくれた長いお耳が素敵なシャトナ族の人でね、お姉さんって呼ぶと実はそんなに若くないよって笑ってた。年取ってもわかんないっすもんね。その人は、植物や動物植物のことをいっぱい知ってて、いろいろなところを旅した時には楽しいお話もたくさん聞かせてくれたんだ。でね、未知の生物を追うのが生きがいだって言うから、僕も、未知の植物を探す旅がしたいなって思ったの。それを憧れの人に話したら、もっと大きくなって一人前になってからだって。でも僕、そのまま体を悪くしちゃってて、結局。憧れのあの人みたいに旅をしたくても、やっぱり体の弱い僕には無理だったのか。あれちょっと待って、このシャトナ族って、あれじゃないですかね。これエレンビルのおかんじゃね多分。植物を集めたり、かっこいい大樹を見たりしたかったのに。博物館の名前についてクレイヤにも行ってみたかったの。アレクサンドリア同じ大陸にあるその町がね、砂の嵐に守られた大樹の上に作られた本に書かれてて。ねえ、お兄さん、大樹を見たことがある。国威の森で長老の木という大樹を見た。ラケテカを大神に。まあ、全部言ってますね。確かに。あろと思うか。まあ、本でも読んだことがないところだ。お兄さんも旅人さんなんだね。僕には旅なんて無理なのかもって落ち込んでるけど、お兄さんの話を聞いたら我慢できそうにないや。僕はいつか必ず、世界中を旅するよ。だって世界は僕は思ってたよりもずっと広くて素敵なものだってたくさん見つかるはずだから。消えちゃうんだね。いやーもうこのクエスト全部終わったら完全に住人いなくなっちゃいますね。クリアするごとになんか成就するような流れになっちゃってますね。最後に飛んでいきましょうか。飛んでいくってかな。騎乗で行きましょうか。せっかく。ここでさっきのシャトナ族関連してるって言ったらやっぱエレンビルのおかんじゃねえのかな。若くないよってのもそうっすよね。カフキ屋さんですね。カフキ屋さん。いや、ここのフェイトは移動が大変そうっすね。めちゃくちゃ苦労するぞ、これ。数も少ねえし。
活発そうな少年。別れた兄の希望。あれあなたは確か、建国祭の催しで見かけた。僕の他にも取り残されてしまった人がいるなら、もしかしてあの子もまだ。実は弟を探してるんです。いつも一緒だったのにここで会えなかったから、あの子を探すために僕は取り残されたのかもしれません。でも明かりが消えてしまったイエスタランドは一人でも探しても、見逃してしまいそうで、少しだけついてきてもらえませんか？もしお願いできそうならまた声をかけてほしいです。よかった、ついてきてください。ありがとうございます。これ追跡ですかね。エアキャブ乗り場の方に見てきたばかりだから、ラウンドアバウトベルクメアあたりを探したいです。同行か。同行ですね。はい。どこあそこか。こっちですかね。活発。理髪症の少年。あれか。吹き出しはなさそうですね。あ、了解。ちょっと待って。少年いますけどね。ひよこさんのレベルが低いから、一気に減ってみる。こっちヒーラーだから大丈夫です。OK です。もう一体もう一体もう一体らしい。はい。はい。はい。あ、OK ですか。行きましょう。パラパラパッパラパン。よし。ラウンドバウトベルクメア普通に乗っても楽しいし、キラキラして綺麗だったから見てるだけでも元気になりました。これあれメリーゴーランドか。やんちゃんはあれでぐるぐると回りながら、遠くまで靴を飛ばす遊びをしてたんです。一番遠くまで飛ばした子が勝ちなんだって言ってました。でも見回りしてたオーティスさんに、飛ばした靴が当たっちゃったことだったんです。オーティス遊んでた子たち、あの時は焦ったな。この辺り遊んでる子が多かったけど、今はもう誰もいませんね。弟も見当たらないんです。それなら次はエスペランスホイールのあたりに行ってみましょう。いや、いいですね。いや、持ってますね。オーティスさん。あっちか。こっちだね。こっちに行けばいいのかな。あれだね。イベント。
このエスペランスホイールにそれぞれ乗って席が近くなったところでハイタッチをする遊びや2023年時点辛味噌ラーメンが流行っているので主人公動いてるし距離もあるから危なっかしいですよね。それは危ねえな、確かに。多いですけどね。なるほどね、二つ並んでるからか。うまくいくと二人は強い絆で盗まれるらしいけど、やんちゃな子が新しい遊びを考えた時にそれらしい理由をつけただけだと。それでも弟で一緒にやれたら楽しいだろう。要はあれですね、ガラスみたいなのがないんですよね、この観覧車。こう静かになりましたね。弟もいないみたいですね。大きな機会があれば見に来ていると思ったんですけど、あの子も今は、セーリン機関をいじる方に夢中なのかな。もしかしてトライオラの人？あれもしかしてあなたもトライオラから来たんですか？お、トライオラの人だ。でも待ってください。列車に同乗した客やヤースラニ荒野の住人のあなたのような人だ。まさか僕が死んでから衝撃の外で息できるようになった。ああ、これ最後の列車に乗ったあれか子供か。なるほどね。あれ、そういえば、健康祭の舞台に立ってたのはそうだ、あの方はウクラマス様でしたよね。どうして気づかなかったんだろう。タイミングが悪すぎましたね、この少年。ごめんなさい、少し取り乱してしまいました。そのあなたは何か知ってるんですか？知ってることがあるならどうか僕に教えてください。ああ、そういうことだったのか。ああ、消えちゃう。おっと？ああ、老人なんですね。これは元の本来の姿か。私は幼い頃からずっと弟と一緒だったんです。信じてからコーナさんは持ち帰られたセーリン技術に夢中になって、兄弟で力を合わせてセーリンガスを用いた機器を開発しました。その後、シャーロニ荒野の鉄道にも心惹かれたんですが、運命の日だけは弟と別行動になって、そうして衝撃の外へ出られなくなったんです。グラマ様は王位を継承された時の同じお姿でしたね。その上で、トワビトでなくご存命であられると、トライアル連王国はあの頃のままなのですか？そうだね。まあ、そうだね。グラマスの王位継承から問題。これは確かにそうだね。ねえ、衝撃の外がほとんどの時間が経ってな。こっちもそうっすね。ああ。いいか。どっちも一緒ですね。私が列車に乗っていい。弟は季節日の、見学化したいからとシャーロニ荒野に残ったんです。衝撃の外が当時のままなら彼も元気にしているのでしょう。ああ、そうか。弟と別れたあの時から、幾ばくも経っていないんだとしたら、探したところで見つかるはずもなかったんですね。弟がここにいない理由はそういうことであれば、今この瞬間もあの子が、生を謳歌しているのなら、ワニとしてこれ以上嬉しいことはありません。私はね、弟と一緒にいた時間が人生で一番幸せで、あの子に戻りたいとずっと願い続けていたんです。けど、ヤースラニ荒野で同じ境遇の人々と支え合い、新たに出会った技術者仲間から未知の技術を教わって、そんな日々もまた懐かしく、輝しく充実した時間であったと今頃になってようやく思えるようになりました。それもこれも私の心の使いになっていた弟の彼とトライアル連王国の健在をあなたが教えてくれたからです。よかった、本当に。たとえもう会えなくても思い残すとはもう。あれこの弟はどうなってるんですか？気になるとこさ、なんか終わりましたね。新しく出てるわけではないですな。で、リビングメモリはこれでとりあえず終わりですね。はい。じゃあ次はどこ行きましょう、ヒロさん。乗ってもしょうがないです。このあれか、一つ前のエリアにしましょうか。リビングメモリ関連ってことで。
リビングメモリーではないですけどね。あそこ。まあ話がやっぱ繋がってますからね。ヘリテージファウンドか。ヘリテージファウンドにしましょうか。たっけ。1300。しかもここクエストねえしよ。じゃあ上のやつから行ってみましょうか。1個しかねえけど、上のやつ。もしかしたら弟がいるかもしれないですね。いや、まあ、弟トライアラーの話したから、トライアラーにいるんだと思うんだけど。怖っ。非常部の駆除。3大はどうかけるけど。いや、これは普通のクエスト。普通のクエストです。アウトスカーツまで行って立ち往生していく住人がいないか向こうでよく出すか。アウトスカーに落とすな。じゃあ、アウトスカーに飛ぶわ。どっかに、あれですかね。連続クエがある可能性があるけど、まあ、あるとしたらここでしょうね。連続クエ。私応援してもらえませんか？応援しなきゃいけない。応援。どこにあんだよ、応援。ね。もう一度応援してもらえたら助かります。しかも向こうでやれってことだもんな。いや、もう先終わらせちゃうか。いや、多いですよ。そっか。上に出てますね。これでいいや。古い。怯えとるやんけ。また、カツを入れてください。カツを入れるようになってる、次は。古い。無理だよ、帰りたいよ。もうこれ着いたし、まあ、OK。いらねえ。終わった。味がしないやつですかね。ポ
さあ全部受けましょう。モフおじです。アイスは夏だろうが冬だろうが毎日欲しい。こっちですか。あ、これ連続ですかね。やっぱそうだ。シャロウキ土を掘る。じゃあ母さん、早速調査を始めよっか。とはいえ、あなた方調べているんだけど、まずはあなたの畑の現状を見てもらうのが良さそうね。それならシャロウ、準備もあるだろうが先に言ってな。あちら、経理係して母さんとちょっと、報酬やなんかの話をしておきたいからさ。オッケーならアウトスカーツの入り口で合流しようか。またぜ。シャロウキが連続で。一目て悪いね。もちろん報酬はちゃんと支払うから安心しておくれ。どちらかというと話しておきたかったのはシャロについての個人的なお願いなんだ。シャロはこの土地の様変わりしたように、後に生まれた子でね。あの子の親のことはシャロ自身もあちらも覚えてない。すでに記憶が雲の上に預けられてるのさ。なるほどね。てなわけであの子は、年少からこの町のこととして育ってきた。だからこそガバメントの、指名で責任者になったことに対して、私らに打ち明けにくい不安や、悩みもあると思うんだ。その点、外から来たあんたにはきっと気楽に話せるはず。この調査を手伝いつつ機会があったら話を聞いてやってほしいんです。ありがとう。農地の調査とシャロのことをどうかよろしく頼むよ。あの子確かアウトスカーツの入り口に待つって言ってたっけ。トゥン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 おばちゃんの話は終わったから。じゃあ改めて調査の打ち合わせをしようか。母さんはスフェイ様と農地を歩いたんだよね。その時あなたの目にここはどんな風に映った？外と比べてどうとか何か変だとか何でもいいからさ、率直な感想を聞けると嬉しいよ。農業に適さない土地なんだよ。そうなんだ。なるほどね。私にとっては普通なんだけど、確かこう、昔は雷も雨も少なかったらしいね。だからシャドナ族の言葉で、ヤースラにこうやって呼ばれたんだって。変わっちまった土地で今も、農業ができるのは技術のおかげさ。特に重要なのは畑の中心に立っている柱みたいな装置にね、雷属性の死から他の属性に変換する機能を持って、この辺の話はまあ出てましたね。火属性にして日照不足を補ったり、土属性にして知力を、回復させたり、まさに農地の要ってわけ。もちろん真っ先に、故障を疑ったけどちゃんと動いてるんで。だからですね、太陽の光と、ですね、土は知力を回復させる。これは水を与えてるのと一緒ってことですかね。ただ、母さんのように、ここは農業に似た、土地じゃないっていう話は無視しちゃいけない。となると、危機というよりも、そもそも、土に問題があるのかも。なら、まずは、地道に畑の土を調べてみようか。私は町の、背に、東に、畑を見るから、右側をお願いしてもいい。助かるよ。何かおかしなものを見つけたらお互い呼ぼう。それじゃあよろしくね。じゃあこれ後回しでいいな。変来機。うわ、同行かよ。お前同行か。めんどくせえ。めんどくせえ。しかも吹き出しまである。吹き出しがあるので。食料保冷庫。氷属性に変換することで冷やすことができる。なるほどね。冷凍保存ができると。なるほどね。これで冷凍保存してるんだ。あれ結局どこに行けんのこれは。どこに行けんのちっこいやつか。あった。
いや、そっちかいっていう。葬式や温水タンクある集落の北側へ行こう。あ、システム。このピアスはさっきのやつですね。あ、そうですね。仕事熱心なダンス。よし。二属性に変換することでいつも音声が使えると。いや、便利ですね。変換するといろいろできるってのは。確かに FF14 の世界ならではの技術ですね。制御で使うと。なるほどね。こっからじゃあさっきのとこに繋がってんのか。家経由で。遠いですね、遠い。これですか、ブリムシのやつでしたっけあ、やっぱりそうだ、ブリムシバイバイ。虫来ないよ、3分。虫来ないよ、使う。虫来ない。ゴキジェットみたいなもんですね。これ家の中ですかね。開いている。今日のおやつに何食べる？有ペン系農地でシェペメネを訪ねる。これか。どれだ？虫来ない。
ブリモムシのフおじです。現物を見たかった。昔は攻略本必須でしたが、今は攻略サイトがあるから本当に買わなくなりましたね。コード入力目当てのぐらいですかね。あったね。ぱっと見わかんないっすもんね。あ、これこれ。うん。もう一個のやつも農地か。はい。まとめてできるな。ですね。追い払ったらしいです。中でもブリムシは本当に厄介。病気の原因になったり、衛生的な放置は厳禁。ブリムシバイバイ。いやー、どうしましょうね。ピンク。あ、ちょっと空きがなくなった。最悪だ。最低だ。空きがなくなった。使わなきゃいけない。カカンス。畑の土は適度に湿ったふかふかの状態になっている。雨続きなのに水浸しでないのは装置のおかげだろうか。特に異常はなさそうだ。暖かな土。畑の土はほのかに暖かく作物を進んでいる。エレクトロップ装置のおかげで、適温に保たれているのだ。地中から密かにノイズのような音が聞こえる。後でシャローキに報告してみよう。ノイズ。これは別のやつか。これは別のやつ。いやー、じゃあコーンにしましょうか。コーン。座り始めた。
選んでなかったのかい。畑の土はサラサラの状態に保たれて、装置を食べるだけなく人の手も入ってんだ。特に色はそう。でもさっきのやつだっつか。ここから異音が聞こえるか。確かに言われてみればよく気づいたな。この感じだと音源が結構深そうだ。とりあえずちょっと折ってみようか。この畑の土なんだか少し温度が高いね。それにキノコみたいな匂いがするような。あったあった。箱が一つとそれに何かの測定器。これが音を出してたみたい。箱が一つ。箱の中身は紙の資料かな。兄弟悪性粘菌、エクストレイの懸念について初代責任者ユーペからシャローキ。シャローキつってるぞ。初代責任者ユーペ。ユーペって農地の名前だと思ってたけど、人の名前だったの。でもなんで最初の責任者が私を名指しで、とりあえず続きを読んでみよう。偏見農地に今後起こり得る問題について懸念と対策案を思いつく限り記しておくよ。この農地は、環境改善装置の力で成り立っている。けれど、長期にわたって同じ作物を植え続けた場合、収穫量が減っていく可能性があるんだ。これすごい。今まさに起きている問題について書かれているなんて。母さんお手柄で、早速戻ってこれを一通り読んでみるから、ケンテおばちゃんへ方を任しちゃっていいかな。初代ってことは相当前の話だと思うんですけど、なんで名前繋がってるのですかね。親お帰り一人かい。なんだか調査に進展がありましたって顔してるじゃないか。畑の中に式がね。しかも前の責任者からシャロ宛てに書かれてたのか。それあの子はすぐ読んでみたくなったのさ。ただそのユーペイって人のことは私も覚えてない。ってことはつまり、雲の上なんだ。もう雲の上に預けられた人なんだ。そこにいたはずなのに誰も覚えちゃいないこと、兄さんには違和感もあるだろうね。もちろん私らだって最初から受け入れられたわけじゃない。けどね、こんな環境でも生きていきたいと思ったけど、トラルのためにはレギュレーターってものが必要だったんだ。赤子の頃のシャロにもね。何しろ問題解決の取っかかり見つかったら何をした。引き続き調査をお願いできると嬉しい。岡向こうの駅まで一緒に。そういや、シャロは式を読むって言ってたんだっけ。ならきっと今頃設備棟にいるはずさ。これらのエレクトロープ機器に完成する施設なんだけど、あの子にとっては小さい頃のお気に入りの場所でね、集中して本を読みたい時なんか大抵、入り浸るんだ。さて、でもどうしてあの場所が好きなんだか、まあとにかく地図に印をつけておくから行ってみるといい。
王子です。お牛座の A 型ですが器用に行動できません。不便だな。コーンくれるんじゃねえのかよってそして空きがなくなる。満点にじゃん。母さん、ちょうどいいところについさっき人と式を読み終わったところだよ。式を記したのはシャタナ族の女性ユーペイ、私の。いや、今重要なのあれそれ。もう記憶がないってことですよね。雲の絵なので。いや、重要なのは式の中身だね。書かれていた主な内容は農地ができて、数十年後に起こり得る問題についての情報だった。親ってことですかね。ユペはこの問題の権限在化した時に備えて、式と一緒に、近数測定器を埋めておいたらしいんだよね。畑に兆候が現れた時、アラームをね、気づけるようにさ。さて、唐突だけど母さん、説明がてらこれからちょっと遠出しない。式には問題の対処方法も書かれていたんだけど、それを実行するには特別な装置が必要らしくてさ。ユーペはそれをヤースラニ駅に置いたって書いてるんだ。そんなわけで危険な道中護衛をお願いできると助かるんだけど。ありがとう。それじゃあ準備もあるだろうし、農地で合流しようか。先に行ってるからまた後で。おっと、これ駅まで護衛するって流れなんですか？結構距離あるぞ。シャロッキ。準備良さそうだね。それじゃあ改めて農地に起きている問題について伝えておくよ。まず収穫量減少の原因は、式の正題にもあったエクソレイという、惑星年金にあるらしいんだ。この畑は装置の力で、土地を壊してるけど、そうなると当然作物だけじゃなく、雑草もよく育つことになる。だから熱心に雑草を取り除くんだけどさ。地中の深いところは見逃されて、エクソレイが増え続け、作物の生育に必要な要素を、横取りしているようなんだ。それで年々作物が取りにくくなっていたみたい。というわけで私たち、エクソレイを対峙しなきゃならない。そのために必要な装置をこれから駅まで取りに行く。OK。それにしてもユーペはなんで式と装置を別々の場所に置いたんだろうね。同じところにしてくれれば取りに行く苦労もなかった。なんかあるんですかね。まあ今考えても仕方ないから早速出発しよう。遠くっすよね。そうっすよね。いや、めちゃくちゃ遠いんですけど。めちゃくちゃ遠いよ。引き出しが4つもありますね。
誰かいるね。トナワータ族とシャガナ族は仲が悪かった。ジャジャ。グルージャジャですかね。グルージャジャですね。もうですか。カワヘラロ。これどうやって登るんだ？こっちから行けって思うんですか？リバーキープ。学校に通ってて。学校なんてあったんですよ。よし。セーブ。子供の頃にも見たことがある。もう大人ってのがユーペですかね、おそらく。ああ、そうですね。これがユーペのこと言ってんだ。おかんですよね。おかんってことですね。どこに行けんの？あれか、あれだ。豚がいますね。黄金の豚がいますけど。お疲れ様だ。無事ヤースライン駅に到着だよ。土地が様変わりしてる前は、賑わったこともあるらしいけど、今じゃ見ての通りだね。今回目当ての、装置を回収しないと。この建物だった。確か、収納棚の一番下の奥。ああ、本当にあった。お待たせ。無事に目当てのものを見つけたよ。農地の機器用に調整された特別な変圧器。これでエクソレを地上にあぶり出せる。この前畑の木で雷力を変換して知力の補強をしてるって話をしたじゃないか。エクソレはそれを、で生じた栄養素を奪ってるって。だから逆に属性を変えず膨大な雷力を地中に直接流すんだ。すると奴らショックとともに一時的な、飢餓状態に陥り、より良い環境を移動するために、保持体を、編成するはず。結果として地上に入ってくるからそこを退治する。それがユーペの作戦だったんだよ。土地の特性から年金が増殖する可能性を見抜き、未来に向けて対処方法を用意しておくなんて、我が母ながら恐れ入るというか、頭が下がるというか。今日もただただゲームを楽しんでおります。やっぱり、そんな気がしていた。覚えてないはずでは。この記憶は気になりますね、確かに。
今思い出せない。でも式に、やっぱ式があることによってわかるっていう感じか。公文書が挟んであった。ユーピが死んだ時、私の成人を待った上で、農地の管理を委任するっていう内容の。ユーピが私の母で、円形農地は母が私に残した場所だった。つまりはそういうことだよね。私は今日までそうしたことを忘れて生きてきた。知った今も物語の登場人物が親戚だと言われたみたいで、全く実感がないけど。それでも、この式と装置が証明している。母は物語の登場人物でなく、確かに生きてたんだって。正直私は農地を継ぐことになった時他にふさわしい人がいるんじゃないかと思ったんだ。本当に自分でいいのかなって。その答えはまだ出てないけど、少なくとも託されたものを支度させたくはない。それだけは確かだよ。ともあれ農地の問題を解決する鍵は手に入れたし、収穫は十分だね。早速アウトスカーツに戻って準備を進めよう。なんでユーペがわざわざ駅に装置を隠したかと知らったけどさ、ここへ来て少し分かった気がする。アウトスカーツからこの駅までもしかしたらユーペは自分たちのかつての生活圏とその今を農地を継いだ娘に見せたかったのかもしれない。なんとなくだけどね、そう思うんだ。なるほどね。あ、戻ってきましたね。長いこと歩いて母さんもさすがにちょっと疲れたでしょ。いよいよ次はエキソリー退治をお願いすることになると思うし、次、今は体休めといて、まだ続くっぽいですね。当然付き合ってくれてありがとうね。それじゃあまた今度で。また出てきやがった。アロエゼリー。使わなきゃいけない。いや、ちょっとね、今ゼリーじゃなかったぞ。クッキーみたいの食ってたぞ。おっと、オーケストリオンだ。まさかの、まさかの。いや、じゃあ、ここの BGM じゃん。いや、いいっすね。母の夢、農地の未来。母さん少し休めた。おばちゃんにも大体の経緯は、報告してあるよ。ガバメントがなぜシャロンを名付けて、責任者をしたのが不思議に思ってたけど、母親が初代責任者だったのね。ごめん、本当ならおばちゃんたちみたいにこの農地を一から、解放してきた人が継ぐべきなの。覚えてもいない親の指定ってだけで未熟な私が責任者になってみんな戸惑ってるよね。でもせめて今の問題だけは解決してみせるから。母さん、いよいよエキソレー退治だ。それに備えて渡したいものがあるからさ。準備ができたらこの前の SSB 像で応じしよう。いやいや、悩んでいるように見えてはいたけど、そんなことを気にしたのかい。みんな納得づくなんだ。気兼ねなんてしなくてもいいのにね。ガバメントがこの町の責任者に選んだ時、みんながどれほど喜んだことか、経験はなくても責任感が強い子だって知ってるからね。母さん、前のすまねえが引き続きあの子に力を貸してやってくれると嬉しいよ。エクソレの自己実体っていうのは、要するにキノコの魔物だ。胎児には危険が伴うから気をつけるな。やっぱりキノコなんですよ。はい、まあ、エクソレイっていうぐらいですもんね。エクソレイ。エクソレイってあれですね。FF11 のモンスターの名前でいましたね、エクソレイっていうのは。だからおそらく本当にあれですよ。あれ、FF11 のやつと全く一緒だと思いますね。キノコの敵っていますもんね、14。母さん、準備良さそうかな。私はこれから、例の掃除の設備等の制御回路に組み込んでくるよ。そしたら、農地の機器を使って雷力を、地中に流せる。だから母さんには、東西それぞれの畑で出てきたエキソレイを倒してほしい。合図はこの通信。あれですね、NM ですね、NM。エクソレイ。それじゃあ作戦開始と以降、畑のことがよろしく頼む。あれ違うな、普通の敵だったかな。すげえなんか覚えてんですよね。エクソレイ。エクソレイはすげえ覚えてんだよな。なんでだろうな。
ああ、母さん、これから父にライリオを流すよ。すぐにエクスレイが現れるけど、どのくらいの数いるかわからなきゃ気をつけて。あ、できた、エクスレイ。このタイプっすね。そうそう。11のデザインそのまんまっすからね。ただあれですね、こんな色はしてなかったですね。これはあれですね、雷を渡してるから。もう一個。エクスレイ。母さん大丈夫？どのかいでした？怪我とかない？おお、さすが。それじゃあ、頼りきりで申し訳ないけど、いけそうな感じも大丈夫。終わったら後に入り口で合流しよう。エクスレイ。ここで終わりなんですか？そうですよね。オーケストレイもな。母さんありがとう。エクスレイのご実態は、これで全滅できたはず。もちろん土を入れ替えたりだとか再発予防のためにやらなきゃならないことが多いけど、有名円形農地はひとまず安心だよ。それでシャロー、あんたはこれからも責任者としてやっていけそうかい？アウトスカーツで遠ざってきたシャローがここを継ぐことは私ら何も心配してないのさ。けど大事なのはあんた自身がどう捉えてるかな。あんたは技師としての生き方だって選べる。農地を継ぐことはもしも望まない生き方を強いるなら嫌ならさ、でやめたって構わないんだよ。ありがとう。なけんておばちゃん。でも大丈夫。私はこの町のみんなのために働きたい。それは昔からこれからも変わらない原点だけど、技師の知識も農地を継げばより、直接的に役立てられるからね。今回のことでそれがはっきり分かった。自分に必要だったのはその実感ときっと受け継ぐことが、確保だったんだと思う。それに私、母さんと歩いて、子供の頃に誰かと、駅へ行ったことを思い出したんだ。その時その誰か、ユーペはきっと駅や故郷の話をしたわ。彼女は地上で暮らせるように農地を作ったけどさ、本当はいつか駅や配送にも昔の姿を取り戻したかったんじゃないかな。私はどうせならその夢も継いでみたい。この場所を行き止まりの場所で終わらせたくないんだ。だからきっと私は大丈夫。これからやりたいことは山ほどあるからね。いやいや、そりゃ付き合う経理も大変そうだ。さて母さん、あんたがいなければ農地の問題解決しなかっただろう。話を聞いてくれて力になってくれてありがとう。私からも本当にありがとう。駅までの遠出楽しかった。また何かお願いすることがあったらその時はよろしくね。あれかな、二つの連続が繋がる感じですかね。あるとしたら。いや、まあいい話でした。よし。これはちょっと最後に聞きましょう。荒野に生きる人々。そうだ、街の、そう、荒野の街のあれですよね。BGM ですよね。トゥン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 ってやつですよね。あ、ほとんど地形な。モフおじです。最近のマンションはいいですね。ゴミをいつでも出せたり、宅配ボックスも便利です。不在していても問題なし、エントランスや共有スペースでまったりもできます。リレッケ。筆がよく見えるんですね。
クエではないですね。いや、クエストの数、そんな多くなかったですね。お、敵じゃねえか。いけ。よいしょ。ちょっといなくなってんの。早えな。すごいことになってんな、あそこの雷。いや、すごいね、あそこ髪が落ちるんだ。ああ。いや、ここすごいっすね、ここ。すげえ、うわ。ああ、中には入れねえんだ。すごいな、ここ。して。ああ、間違えた、これだな。これだ。戦ってる。すげえ、ここ。待ってたら出てくる。あれここは出てるんだね。何なんだろう。近すぎるとダメなの。近すぎるとダメなの。さっきも普通に来てましたけど。まあいっか。どこだ？でも上ですからね、もしかして。上ですね。この上、この建物の上ですから。いや、下になってるな。わかんない。ちょっとこっちか。こっちか。この辺ですね。これだ。見てみた。つつくをしよう。あー、しかもあんじゃん。つつく。
傀儡危険区域。あー、オブジェになってますね。入れんねよ。タン作ったのタン駆除人不足。ちょっと整理するかな。整理しよっかな。一旦あれですね。一番近いあそこに行く。あ、まあトライアルでもいいか。トライアルでいいや。もうこっち系終わったもんね。こっち系終わったんで、もうこっち系のエリアになりますね。マーケットで整理するね。今日はやれたあと1エリアだと思うんだよね。あの辺はなんかクエストの数少なかったからあれだけど、あの辺は多いと思うんですよ。安いな。お、たっけ。これたっけえな。あ、このモフオジです。野郎同士で仲良くするならこれがいいですよ。性癖を語り合う W、まあ、キヨプさんにこれをあげようか。キヨプさんにあれをあげる。あ、渡せるかな。渡せる。動くできたら、くそ安そうだな。あ、ついでにちょっとあれか。あれもやっちゃおう。ちょっと。あ、売れねえじゃん。売れねえよ。こうして、再依頼して、つけましょう。
てんてん。あ、OK です。更新しとこうかな。ふい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 。じゃあ今日はこれで終わりますか、ひよこさん。終わりますか。我慢できねえな、終わります。3エリアありますね。次回にしますか。動かねえ。なんだそれ、食いすぎってことじゃない。ああ、じゃあ次回にしましょうか。はい、次回にしましょう。配信切りたいと思います。それでは次回は、週末の、ですね、週課でですね、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしくフォローをお願いします。